H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。おかえり、こんにちは。皆さん、私と同じで本当に海外に行ってプレイしたいと思っていると思いますし、他の郡や都市に行くことさえ喜んでいます。しかし、感染症はまだ収束していないため、海外に遊びに行くことは基本的に不可能です。オーディエンスマハがございます。彼女は旅行代理店のリーダーです。彼女はよくグループを世界中の様々な国に連れて行きます。彼は一番怖い場所はタイだと思っている。彼はよくホテルに滞在します。ある日、彼は入浴中に恐ろしい超常現象の写真を撮った。その写真を見た後、私はそれがかなり奇妙であると感じました。今日のプログラムの最後にそれを共有します。まず最初に、超自然的な話について話さなければなりません。今日のお話の舞台は、タイのプーケット島です。プーケット島は、タイの中でも早くから開発された島であり、成熟した観光資源を持っています。美しいビーチや豊かなウォータースポーツに加え、人類の歴史の痕跡を探したり、ショッピングエリアでショッピングをしたり、日が沈んでからはナイトライフを楽しんだり、安くて本格的なタイ料理を食べたりできるので、プーケットに行く人も多いでしょう。私たちの聴衆であるコウさんは、超自然的な話を提供してくれました。プーケットで起こった次の物語は一人称で語られます。私の祖父は黒い顔の王子の体でした。私の母は生まれつき膣の目を持っており、多くの人を引きつけやすいのです。子供の頃に聞いたことがあります。母は私に超自然的な体験について話しました。その日、彼女は私たちを寝かしつけた後、一人でバイクに乗って、監視員として働いていて、ニレヨーで一夜を過ごしている父親を探す計画を立てました。意外なことに、ニレヨーは非常に田舎の場所に建てられました。母はとある荒れ果てた道を歩いていました。草の茂った道で信号待ちをしていると、突然右側の草むらからまばらな音が聞こえました。母が不思議そうに右を見ると、白い服を着た長い髪の女性の幽霊が草むらから雲のように歩いているのが見えました。母親は飛び出して唖然とした。彼女はすぐに再び頭を向け、すぐに曲がってくれることを願いながら頭上の信号機をじっと見つめた。緑色の女性の幽霊は母親にそれが見えることを知っているようだった。彼女は再び道端から張ってバイクに向かいました。彼はゆっくりと頭を前に突き出して非常に変態的な方法で蛇口に登り、ママを見ました。お母さんは見て見ぬふりをした。それから彼はまた降りて、登って、信号が青に変わるのが見えた時に消えました。お母さん私の右耳に非常に小さな声があり、車に乗せてくれないかと尋ねました。ちょうど信号が青になったところです。母のバイクは矢のように振り返ることなくその場から走り去った。このようなことがあまりに多かったので、祖父は母に何か起こらないようにと母のバイクを借りました。言いようの目は封印された。これは私の母の超自然的な体験です。次に私の恐ろしい個人的な経験について話したいと思います。私には弟が一人、妹が二人います。祖父の要因と母の体質の影響で、二人は遺伝して超能力を持たない弟となった。妹は時折幽霊が見えるが、妹は母親の体格を完全に受け継いでおり、言いようの目を持っている。私は子供の頃から超自然的な体格を持っていないだけでなく、非常に神経質であることでも知られています。私にはザイアオミーヨという名前の良い友達がいて、約束をしました。一緒にプーケットに行きましょう。南アジアの大津波については誰もが知っています。4泊5日の旅でした。最初の3日間、ザイアオミーと私は昨夜までプーケットで遊んでいた時、何も奇妙なことに遭遇しませんでした。翌日は飛行機で台湾に戻ることができたので、ツアーグループは私たちをパタヤに連れて帰り、ホテルに滞在しました。とても暑い午後でした。ツアーガイドは私に部屋の鍵を渡し、チェックイン後夕食まで私たちのものになりますと言われました。自由時間には近くの商店街で買い物をしたり、お土産を買ったりすることができます。
これを聞いた後、ザイヤオミーと私は2階に行って部屋を見つけるのが待ちきれませんでした。当然のように鍵を穴に差し込み、カチッとドアハンドルを回した。部屋に入り、ドアを少し開けた瞬間、黒い影がちらちらと通り過ぎるのが見えました。私はすぐに清掃スタッフがまだ室内を掃除しているのではないかと感じました。彼はまだ出発していませんか？ドアを左いっぱいに押すと洋服をかける場所があり、その先には鏡台とテレビがありました。右側にはバスルームがあり、その少し先にはシングルベッドが2台あり、1台は床から天井まで届く窓の隣に、もう1台はバスルームの壁に接していました。私の目の前には床から天井まである大きな窓があります。カーテンはすべて閉められています。タイの日差しはとても強いです。カーテンを閉めても部屋全体がとても明るく見えるので、さあ、午後です。あれはドアに入ってきた黒い影でしょうか？明るい場所から突然暗い場所へ行った時の錯覚でしょうか？それからザイヤオミーが荷物をまとめ始めたので、私は近づいてカーテンを開けました。開けて振り返るとびっくりしました。突然、ロイヤルブルーのタイの伝統衣装を左半身だけ着た人物が現れました。彼はバスルームに立っており、半分は外、半分はバスルームの中にいて、まるで覗き見しているかのようでした。0.5 秒以内に彼は交代した。その時は怖いというよりは、ありえないという気持ちがありました。きっと眩しかったんだろうな。ただ呆然としているはずだった。それで私は歩いて行きました。私はバスルームに向かって歩き、ゆっくりとドアを開けました。ドアが開いた時、誰もいませんでした。バスルームはバスタブのないシャワールームであることだけを見ました。シャワールームには白い防水シャワーカーテンがありましたが、防水シャワーカーテンが閉まっていなかったのでよく見えました。バスルーム全体が空であるのを見て、ザイヤオミーは私に何をしているのかと尋ねました。トイレに行きたいですか？私はザイヤオミーを見て、ザイヤオミーに話したら、彼はとても怖がるだろうと思ったので、ザイヤオミーに戻りました。いいえ、トイレの様子を見たかっただけで、その後、二人で掃除をして買い物に出かけました。それでおしまい。夕食後、ザイヤオミーと私は部屋に戻りました。私たちは洗濯をしてからトロフィーを片付ける予定でした。私はザイヤオミーに最初にシャワーを浴びるように頼みました。私の番が来たら、防水シャワーカーテンを閉めました。いつもは最初に髪を洗い、シャンプーをしようとしていました。頭上の明かりが突然消えた。私は何気なく叫びました。ザイヤオミー、トラブルを起こすの早めてください。すると明かりがつきました。私は洗って、最後に頭からシャンプーを洗い流しました。それから体を洗わなければなりませんでした。突然、照明が再び消えました。私は舌打ちをして、わかりました。と言いました。ライトがついた瞬間、私は怖くて震えました。防水シャワーカーテンの上に黒い人影が見えました。私はすぐにシャワーカーテンを開けました。そこには誰もいなかった。私が見た人影は誰でしたか？この時、私は本当に怖くなりました。冷たい毛が逆立つという感覚を初めて体験しました。私は急いで体をさすって出て行きました。洗いながら普通様の名前を言いました。洗濯が終わるとザイヤオミーが見えました。壁沿いのベッドに座って荷物をまとめながら、私はベッドの横に座って、ザイヤオミー、今ライトをつけましたかと尋ねました。ザイヤオミーを私に何もすることがないのになぜ電気を消すのですかと答えました。なぜトイレで泣いているのかも言いたいです。私はトイレに行って何を泣いているのかと言いたかったのです。私があなたを気にかけたいとき、あなたは実際に英語の歌を歌い始めます。あなたはとても上手なので、英語の歌も歌うことができます。私は愚かだ。私は泣き言を言っているでしょうか？私は今でも英語の歌を歌っていますか？ポイント、子音の区別もつきません。彼の父親さえ見つからない。私は英語の歌を歌えるって言ったよね。私は本当に暗号おじさんです。
私は髪をなびかせて午後に何が起こったのかを考えました。もしかしてあの青い服を着たい人？まさか、私は超能力体質ではないでしょうか？その後、ザヤオミーにはそれ以上何も言わずに、もう時間が来ていました。明日は台湾に戻る飛行機に乗るために早起きしなければならないので、電気を消して寝ました。私は床から天井までの窓の近くのシングルベッドに、ザヤオミーに背を向けて、顔を向けて横たわりました。眠れないのが当然だと思い、床から天井までの窓の位置で眠りに落ちました。たった今起こったことで、私はますます恐怖を感じました。あのサファイアブルーの半身像は何だったのでしょうか？不可解な照明が消える、キーンという音、そして英語の歌、何が起こっているのでしょうか？突然、耳の中でガサガサという音が連続して聞こえました。私は、それがカーペットの上を歩いている紙スリッパを履いた人だと確信しました。カサカサ音、カサカサ、ザヤオミーへのはずです。起きてくださいね。この時、振り向くとザヤオミーがベッドに横たわり、口を開けて眠っていました。するとトイレの方向からガサガサという音が聞こえてきて、ガサガサ、ガサガサ、ガサガサ、と私はすぐに頭に布団をかぶせました。ベッドの中がどんなに息苦しくても、顔を出すつもりはないけど、このガサガサ歩く音がどんどん近づいてきて、ベッドの端で止まったらどうしよう？この時、私たちは何をすべきでしょうか？ふと、台湾出発前に仲良くさせていただいたガイドさんがいることを思い出しました。彼は私にベーコナの袋とハイビスカスの葉を渡し、タイはあまり綺麗ではないと言いました。あなたの安全を確保するためにこのバッグをあなたに渡しました。ベッドの横に置きました。しかし、ベッドの端にいる幽霊はベッドの端に立っていて気にしません。私たちは人間として何を恐れているのでしょうか？そこで私はすぐに腰を伸ばして幽霊に無遊病だと思わせようと思いました。私はカバンを持ってベッドの下に隠れました。ココアの入った袋を受け取った後仕様ですね。私は自分がどこから来たのか知りませんでした。私はアイデアを広げました。キルターがバッグを元に戻し、私が頭を床につけたとき、なんと、幽霊が床に横たわっていて目があった。私はすぐにベッドに戻り、頭に布団をかぶった。この時期、アイデアが枯渇してきました。彼は這い上がろうとしていました。この頃、私はずっとおじいちゃんのことを考えていました。黒顔の王子様、黒顔の王子様、助けてください、お願いです。誇張ではありません。心の中に温かい電流が湧き出てきます。誰かに抱きしめられているような感覚です。怖がらないように言ってください。今、あなたの隣にいると、初すぎるからなのか、何が起こったのかわかりません。結局、本当に眠ってしまいました。再び目が覚めると、外はもう明るくなっていて、全身濡れていました。昨日ベッドで窒息して冷や汗をかいたせいかもしれませんね。しかし、昨日の奇妙な出来事の後、私はもうシャワーを浴びるためにバスルームに行きたくありませんでした。酸っぱい汗の匂いを耐えて台湾に帰る飛行機に乗りました。それ以来、私はまだ超能力を持っていません。不潔な場所に行くと鳥肌が立つようです。じっと座っていられない、それだけです。信仰は人々に歩きとエネルギーを与えることができるということを皆さんに伝えたいです。信念があると信じている限り、スムーズに進み、成功することができます。失敗しなければならないと感じているなら、あなたは失敗する運命にあります。多くの人が私にもう話さないでほしいと言いました。怖い話ではありませんが、人が生きるためには本当に信仰が必要です。そしてみんながやる気満々になることで、いつか視聴者の皆さんがお風呂に入ってくれることを願っています。恐ろしい超常現象の写真を撮りました。写真はどんな感じですか？怖がっていても心配しないでください。次に何が起こるか考えてみましょう。って感じですか？何も表示されない場合は、磁場を強化するためにメッセージを残してください。今日の話はここまでです。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。
下にスクロールして読むことができます。あなたのストーリーを私に投稿することも大歓迎です。次回を愛しましょう。